ほら、こういう感じでですね、ご覧の通り、マヌスの画面に入れましてですね、国土交通省の無人航空機一等操縦士学科試験の傾向と試験対策を教えてと、実行中のですね、コマンドがそのまんま出てるんですね。筋は悪くないぞ。日本語から英語に訳してくださいっていう問題ですね。中国製の AI なので、日本語が若干こなれてないっていう可能性は大いにあるんですけれども、見た感じ、皆さん見ていただいた通りどうですか？そんなに。はい、こんにちは、ニレコムです。今日はですね、マヌスっていう AI について、私、ドローンインストラクターをやっているニレコムがですね、お話ししてみたいと思います。ちょっとページを切り替えると、これがですね、マヌスのトップページになってまして、これ、自律型の AI エージェントっていうカテゴリーのサービスなんですけれども、3月5日あたりにですね、いろんなメディアで急に騒がれ始めて、中国でとっても優秀な AI サービスが出たらしい、ディープシークの次に話題になっているらしいっていうので、結構気になっていたんですけど、これね、サービスが誰でも入れるわけじゃなくて、現在、今ですね、3月の16日現在では招待制になっております。パープレクシティ AI にですね、マヌスとオープン AI の性能比較ということで調べてもらった結果がこちらなんですけれども、マヌスはガイアベンチマークにおいてオープン AI のディープリサーチを上回る成績を収めていますと。レベル1の課題正答率でマヌスが 86.5%、オープン AI が 74.3% を記録ということですね。で、より難易度の高いレベル3でもマヌスが 57.7% という高いスコアを達成となっていますが、あくまでマヌス側が提示したものでありって、そうですね。マヌス側のもしかしたらポジショントークかもしれないっていうので、今ですね、絶賛招待された人たちがこの実力を実際試してやろうっていうので、いろいろ手を変え品を変え、性能を試しているところだと思うんですけれども、私もですね、ドローンインストラクターの端くれとして、もちろんドローンインストラクターもやっているものの端くれとして、これをですね、試してみようと、招待制のコードは私は持ってないんですけれども、ちょっとですね、ページをお見せすると、はい、マヌスのトップページから、この始めるっていうところをクリックすると、このようにですね、招待コードを入力する画面に飛びます。で、これだけ見ると、やっぱりインフルエンサーの誰かからですね、招待コードをもらってここ入力しなきゃいけない、そうしないと入れないのかなと思うんですけれども、実はそれだけじゃないんですね。このアクセスを要求するっていうボタンをクリックした先にですね、どういう、使い方、理由を書くところがあって、日本語で入力しても良さそうですと。で、私の場合はドローンのインストラクターなので、これこういう理由でマヌスを使いたいんですっていうことを理由を書いてサブミットしたのが4日前ぐらいですかね。そんなにさほど日数は経っていません。で、実はですね、メールが来まして、ドン。ほら、こんな感じでですね、You are in ってことで、マヌスがいきなり使えるようになってしまいました。Your application has been approved ということで、承認されたと。理由をね、どれくらい真剣に読んでるかはわかんないですよ。信憑性なのか、熱量なのか、何か多分、それこそ AI で何か判定して通ったらしいと。もしくは機械的に何か書いてあればもう通っちゃうのかもしれないんですけれども、とにかく入れるようになりました。で、トライマヌスっていうことで、実際に、ほら、こういう感じでですね、ご覧の通り、マヌスの画面に入れましてですね、これがトップページですね。はい、ちょっと一覧も表示してみたんですけれども、こんな感じでですね、すでに3問ほど質問しております。で、残りが
もう残りのタスクは1件ということで、さほど大量の質問はいっぺんにはできないみたいですね。まだサーバーの拡張の準備が整っていないっていうことだと思うんですけれども、一旦3つの質問をしてみたので、皆さんにですね、その結果をお伝えしたいと思います。しょっぱないきなりですね、日本語を話せるっていうなんかイージーなこと聞いちゃったんですけど、聞ける質問の数が合計で多分5個ぐらいしかないんだったらちょっともったいなかったかなと思いつつ、次の質問ですね。こっからが本気を出して聞いていきますよということで、国土交通省の無人航空機一等操縦士、学科試験の傾向と試験対策を教えてということですね。後で本ちゃん中の本ちゃんとしては試験問題そのものを作ってみるんですけど、それに比べると比較的ディープリサーチ系の AI エージェントに割と優しい問題といいますか、つまり巷のウェブサイトを複数いろんなところを探してくると、全体の集大成としてそれらしい答えが出せそうなものですね。ニュースソースが複数いろんなところに転がっていて、母集団として比較的情報が集めやすいものになります。で、これ質問した結果がですね、今試験対策について調査いたしますと表示されていて、で、リサーチ中の過程がですね、このように出てきます。ちょっと小さいですかね。そして私はどっちか行った方がいいですね。ちょっと左に移動しまして、少しでっかくしまして、このね、マヌスのなんというか興味深いというか、まだ作りかけかなっていう気がするのか、わざとかわかんないんですけど、実行中のですね、コマンドがそのまんま出てるんですね。で、まずですね、ディレクトリを掘ってですね、ドローンイグザムリサーチって、タイトル、質問内容に相当する英語のフォルダを掘って、なんか、マニフェストの作成に入ったっぽくて、で、検索しに行きます。普通だとね、なんか、コマンドラインの一個一個までね、見せてくれる AI エージェントってあんまりないと思いますね。オープン AI だと、今こういったことを調べていますとか、文章でナラティブにやってる作業の内容が報告されるんですけれども、思いっきりコマンドが出ております。で、そして、検索しに行って、最初見に行っているのが MLITGOJP。これは国土交通省の公式のウェブサイトなので、見に行く先と、初っ端の見に行く先としては合っていますね。で、要素を、つまりこれ、人間がウェブサーフィンしてるのと同じで、いろんなところをクリックして、掘ってみて、答えが見つかるかどうかっていうのを試してくれていますと。次に、一等操縦士学科試験の公式サイトですね。これも公式サイトです。長い名前の .com なんですけれども、この中で教則内容や出題傾向ですね。教則っていう単語はこの質問では出していないんですけど、これは重要なキーワードで、学科試験って必ず教則と呼ばれている国土交通省が発行している試験に出てくる内容の教科書ですね、になっていて、これがバイブルなので、これ基本中の基本なので、ここにまず当たってみるっていうのは流れとしては合っています。出題傾向、対策、合格体験、なるほどね。合ってますね。合格者の体験や効果的な学習方法を調査している。筋は悪くないぞ。で、学習リソースや参考教材を集めています。で模擬試験教材参考書。そうですね。人間が見に行ったとしても、そういうキーワードで見に行っているであろうっていう流れにはなっていて、これなんかわかんないですけど、ブラウザーのエラーを食らって、ノートの何かを見に行って、オンライン模擬試験アプリ、いろんなキーワードで手を変え、品を変え、当たってみて、で、完了しましたと。で、こんな流れで
答えがこう出てきました。詳細な、要はガイドを作成しましたと。これなんですかね、なんかGoogle Docs のファイルになるのかなっていう感じのアイコンになってますけれども、リポートの本体が書かれておりまして、これクリックすると、右側が答えか。ちょっと窓の位置変えらんないのかな。これでいいか。これでいきますか。はい。無人航空機一等操縦士学科試験の傾向と試験対策ガイドということで、試験概要が書いてあって、まずそもそもどんな試験かという説明でして、カテゴリー3飛行に必要な技能に関わる資格であり、より高度な知識と操縦技術が求められます。はい。総論は合ってます。で、学科試験の基本情報として、この辺はね、学科試験の、要項が書いてあるサイトにこの通りに書いてあるので、これはなんかイージーというかそのままこう拾ってきたなっていう感じはします。さほどこの答えを出すのは難しくないです。ディープリサーチらしさを感じるのはこっから先でして、教則に書いてある内容のジャンルですよね。を列挙しています。法令と重要施設周辺のこの辺小型無人機飛行禁止法の話だと思うんですけれども、電波法だったり飛行自粛要請区域だったり、これちょっと枝葉かなっていう気もしますけど、おそらく合格者のサイトの中から集大成で書いてあるようなんですが、一等試験では5問から6問程度出題されると。はい。ここ割と重要なとこですね。計算問題は必ず出ますと。合格基準が高くて、2等は 80%、1等は 90%、はい。計算問題の比重が大きい。この辺も傾向としては正しく捉えてますね。で、そして、過去の動画見ていただきたいんですが、AI のいろんなモデルにですね、試験問題作らせたときに、公式に載ってないものが計算問題として結構出てくることがあったので、そういう意味だとですね、まず一般論的にふわっとした質問しただけなんですけど、試験に出てくる公式のリストがあって、滑空距離があって、墜落までの水平距離あって、計算問題の対策としては良さそうですね。よく AI モデルが陥りがちな計算問題を考えてみろっていうので、安直にバッテリーの残り時間を出せとかですね、そういう乱暴なものはここには書いてないと。で、試験問題のポイント、学習計画。時間配分の目安。なるほど。1問あたり3分で解けるように。1問あたり3分もあったかなって気もしますけど。で、学習リソースが無人航空機の飛行の安全に関する教則第3版、第4版。そうですね。第4版は4月の17日より準拠した試験に変更予定。ここも事実としては合ってますね。これも公式でアナウンスされたものです。はい。参考書籍、そんな学研の書籍あるんだ。今回アフィリエイトじゃないんですけど、そういう試験問題集がちゃんとあるのは初めて知りました。私はちなみにオンラインに転がってる情報と教則だけでなんとかしました。多分本が出てなかったんじゃないかな。で、合格試験の合格者の体験とアドバイスがあって、一般的には数週間の準備期間が必要。はい、そうですね。私の場合は3週間ぐらいでちなみに解きました。合格しました。一等試験は二等試験よりも範囲が広いが道徳的観点や安全管理の理解があれば解ける問題も多い。そうですね。というのが、試験の傾向と対策について簡単に質問した答えなんですけど、文章表現が、これあくまで中国製の AI なので、日本語が若干こなれてないっていう可能性は大いにあるんですけれども、見た感じ、皆さん見ていただいた通り、どうですか？そんなにおかしくないですよね。あんまり堅苦しすぎず、あまり平たく交互体になりすぎもせず、ちょうどいい感じの
難易度の日本語の文章、適切な箇条書きっていうので、このまとめのクオリティ自体は非常に高いと思います。はい、次に試してみたのが、日本語から英語に訳してくださいっていう問題ですね。これはですね、前回の AI を使った無人航空機の学科試験の模擬試験を作ってみたコンテンツの概要欄をですね、英語に訳してっていうものです。で、普段ですね、私が何か新しい動画を載せるときに、こうやってですね、今だと、チャット GPT の4.5にですね、この英訳を頼んでるんですけれども、同じようにやってみました。この辺は概要欄に私が日本語で書いてる文章でして、訳してみると、ディープリサーチが原則なのかわかんないんですけど、こうやってドキュメントに結果をまとめたがりますね。で、注釈としては、ドローン学科試験に関する情報、AI の比較、動画の構成、関連動画リンクなどすべての用語を英語に変換しましたと。つまり、この概要欄に書いた内容の、全体の構造も把握してると。で、専門用語、無人航空機操縦士実地試験なども適切な英語表現に置き換えていますということで、あんまり難しくプロンプトを書いていない割には、ちゃんとこの専門用語を尊重しておりますよとか、全体の構造分かってますよとか、このハッシュタグとかリンクとか、その概要欄の中でもう下手に訳しちゃいけないものっていうのもいじってないですよっていうことで、結構、分かってらっしゃる感じがします。実際に訳したものを見てみましょう。ちょっとちっちゃい。はい。半分から右側がですね、実際の翻訳した文章です。ちらっと見てみましょうですが、Are you a beginner about to take the drone certification exam? Don't you think it would be helpful for your exam preparation if AI could create practice tests for you? 全然読んでてあれっていう感じはしませんし、キーワード、チャット GPT ディープリサーチとか、クロード3.7ソネットとか、その辺問題なく保持されてますし、リンク先はそのまま、これ教則なんですけど、リンク先そのまま保持されている。あとは、インデックス壊れてません。最後のあれですね、タグに関しては、日本語で書いたやつがなくなってるのかな。で、英語で書かれたものだけにしてるのかな。おかしくはないですね。日本語と英語で同じようなタグを打ってある場合があるんですけど、結局、英語にすると一緒なんでってことでまとめたっぽいですね。というので、もう単純に機械的にやったのではないっていうのはこれでわかります。ちなみにこちらがチャット GPT4.5 に聞いた結果なんですけれども、最初の出だしのところね、For beginners preparing to take the drone theory exam, wouldn't AI generated mock tests be beneficial for your studies? 文章がこっちのチャット GPT4.5 の方が若干格調高いかなっていう感じはします。さっきのマヌスの英語訳でも悪くはないというか、若干いわゆるエンジニア同士の交互体による会話みたいな感じだったんで、あれでも別に通じるは通じる。そのトーンの問題ですね。はい。どっちも悪くはないと思いました。インデックスの内容はそのまま保持されている。ここはどうだろう。Related Videos 関連ビデオの URL がどっかに消え失せちゃってるのと、ハッシュタグが、これはそのまま直訳したなっていう感じがします。ちょっと直訳した感じなので、英語の目的を示した英語訳としては、マヌスの方が実は良かったかなという気がします。